おはようございます。たかしです。本日は8月11日金曜日、ただいま9時28分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。有料のノートを始めました。プライム投稿の一部を切り売りする形で配信しています。プライム投稿では情報量が多すぎるという方向けの配信です。お好きな通貨ペアを選んでご購読ください。詳細は概要欄をご覧ください。それではポンド円の冷やしからですね。昨日冷やしは上髭の陽線です。で、基本的には上昇しているんですが、今も直近の高値付近に来ておりますので、そろそろ上値が重くなるというところにはありますね。現在このグレーの点線っていうのは月足に引いたフィボナッチリトレースメントの 50% になりますので、ここから大きく月足での下落をしていくかもしれないというところではあります。ただし一回ここで反発して下落してきて、そこからの再上昇になっているので、基本的には上抜けると考えておりますが、ただやはり一度反発してもおかしくないところにありますので、ここから大きめの下落に入る可能性は常に考えておいた方がいいと思います。日足のストキャスティクスは高値圏、マクディは強いですので、また上昇していくんだろうなという、そんな感じには見えてきますが、やはり常に週足、月足での高値にあるっていうところは意識しておくのがいいと思います。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足は今直近の高値を上抜けてきましたね。ただここの動きあまり綺麗な動きをしていないので気になるんですが、もう少しこの8月の上旬ぐらいからの上昇が綺麗なトレンドを作ってくれてればいいんですが、そうではなく今ちょっと分かりにくい動き、途中でこの乱高下とかも挟んでますので分かりにくい動きをしているなっていうのがそんな印象を受けます。で、直近の高値付近というところで昨日一度184円を目指しましたけれども、結果的には上髭の陰線で終えられてます。で、本日ここから上昇していけるかどうかですね。まずは昨日の高値を上抜けてから、そこからの上昇の流れを見ておきたいです。基本的には上昇トレンド中ですが、今かなりの高値圏にあるというところで、ここから大きめの下落をするかもしれないですし、まだまだ上昇していくかもしれないというところですので、難しい相場にはなってきていると思いますが、基本は下がったところを買っていく押し目買い。ただ、その押し目買いも上昇が上げ渋るようなのであれば、そこからは大きめの下落に入る可能性は考えておくのがいいと思います。日足のストキャスティクスも高値圏でしたが、4時間足も高値圏にありますので、ここからのロングエントリーっていうのは優位性がありませんので、その辺は注意ですね。大きめの調整下落をする可能性があるっていうところを意識しながら押し目買いをしていくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯に沿ってだいたい上昇してきてます。ここの乱高下はちょっとイレギュラーですけれども、それ以外は綺麗に GMMA でサポートされての上昇になってきておりますね。昨日、おとといですね、ここの日、9日の水曜日ですけれども、GMMA 付近までずっと揉み合っていたんですよね。で、GMMA で反発して上昇してきております。そして現在も、昨日夜中から GMMA 付近まで近づいて、現在はそれが上昇に変わってきておりますので、基本的には GMMA に接触してからの上昇の流れっていうのを見ておくといいと思います。現在は上昇の初動にありますので、まずはストキャスティクスが高値圏まで上げ切るぐらいまでは上昇する可能性を考えておきたい。そして次のポイントは昨日の高値を超えられるかどうかですね。超えられなければここでのダブルトップでの一旦調整の下落に入っていくと思いますので、その辺注目です。基本的には今1時間足の GMMA の青帯でサポートされて上昇してきてますので、次下落してきた時も再びサポートされるかどうかっていうところに注目ですね。そこでサポートされている限りは1時間足で上昇トレンドを継続していくということですので、その辺を見ておく。ただし1時間足の GMMA を下抜けてきた場合は、次4時間足の GMMA がこの辺を通っているんですよね。ですので、そのあたりまでの下落、だいたい現在地で 182.5 ぐらいになりますので、そのあたりまでの下落は見ておくといいと思います。先ほども言いましたが、基本的には押し目買いと考えておりますが、今週足とか日足でもかなりの高値圏にありますので、大きな調整下落が入ってもおかしくないところではあります。4時間足にしても日足にしても、ストキャスティクスは今高値圏にありますので、いつ日足4時間足単位の調整下落が起こるかわからないところにあります。もし4時間足の調整下落が起こるのであれば 182.5 ぐらいまでは下落しますので、その辺を念頭に置きながら押し目買いポイントっていうのを探していくのがいいと思います。ただし本日は金曜日ですので、無理なトレードはしない方がいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定で夕方にドル円の相場分析を無料でしてますが、プライム投稿という有料投稿もしております。
こちらのプライム会員は日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容となっております。丁寧で分かりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方はまずは2週間の無料期間からお試しください。無料期間の利用だけでも確実にレベルアップしていただける自信があります。また、プライム会員は少しハードルが高いという方は YouTube のメンバーシップをお試しください。こちらの動画も基礎力アップのためのものです。環境認識とトレードスキル向上にお役立てください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。